ぶっちゃけ老けない人、これやってる。はい、人生学校です。今回は、主治医が見つかる診療所など、多くのメディアで活躍されている、山岸正一さんの老けない人は何が違うのか。今日から始める元気に長生きするための生活習慣の徹底解説。早速目次から行きましょう。1、なぜ今、老けない人の特徴を知っておく必要があるのか。2、老けない人が絶対やらない究極のトップ10。3、これから老けない人になるために、やると良いこと究極のトップ3。では楽しく学んでいきましょう。1、なぜ今、老けない人の特徴を知っておく必要があるのか。結論から言うと、一日でも早く老けない人の特徴を知っておいた方が、一番老けにくくなる効果が高くなるからです。つまり、できる限り早く、人生で最も若い、今から老けない生活を始めた方が、今後大きな差が出てくるんです。今回ご紹介する本の内容とは別のものですが、ニュージーランドで約1000人、26歳から45歳までを20年間追跡した研究データがあります。この研究では実年齢が38歳でも生物学的年齢は28歳から61歳まで、つまり33歳分もの差が出ているんです。中には1年間でなんと 2.4 年以上老化が進んでいる人もいました。それとは逆に1年間で 0.4 年しか老化が進んでいない人もいたのです。この図のように老化のペースは人によって驚くほど違うんです。できることなら見た目も身体的にも老けたくないって思いますよね。ただいろんな情報が溢れる今、結局老化しないために何が一番いいんだろうなんて考えているうちに20年なんてあっという間に経っちゃいます。気づいたら33歳も差がついてるんです。じゃあ老化しない人になるにはどうしたらいいんですかって。人生学校的に今回の内容をめちゃめちゃ簡単にまとめると、この1点です。それは、AGE をためない。AGE とは、終末糖化物質のこと。終末糖化物質って何ですかと思うと思いますが、簡単に言うと、タンパク質が砂糖まみれになって、錆びて焦げた最後の末路みたいな物質です。この最後の末路みたいな物質、AGE ちゃんをためないことが何より大事なんです。だからこそ AGE ちゃんをためずに、一日でも早く老けない人の特徴を知っておいた方がお得なんです。では肝心のこの AGE ちゃんをためないための方法、見ていきましょう。2、老けない人が絶対やらない究極のトップ10。第10位、電子レンジの使用。電子レンジの使用、要注意です。なぜなら、電子レンジを食材に使用すると、食材の中にあるブドウ糖の立体構造が変わってしまって、タンパク質にくっつきやすくなります。すると食材が AGE ちゃんになることを進めてしまうんです。電子レンジでチン、時短できて便利ですが、できる限り控えた方が無難です。特に長い時間、チンをしない方が賢明なんです。第9位、睡眠不足。睡眠不足は老化進めてしまいます。睡眠不足が続くと、意識無意識に関わらず、精神的にも肉体的にもストレスが溜まってしまいます。ストレスが溜まると、交感神経が活発に働いて、活性酸素ができます。そして AGE ちゃん、溜まりやすくなる可能性あるんです。逆に交感神経の緊張を緩めてあげると、AGE ちゃんができにくくなるという実験結果もあります。ちなみに睡眠時無呼吸症候群。これ寝ている途中で呼吸が止まってグガガってなるやつですね。これも AGE ちゃんが溜まってくると考えられています。ではこの AGE ちゃんを抑制するために適度な睡眠時間はどれくらいかというと、それは7時間半程度です。6時間以下などの睡眠不足、絶対やめた方がいいんです。第8位。揚げ物、超高温で焼いたものをたくさん食べる。一般的に肉製品とか脂肪がたくさんある食材を高温で揚げたり焼いたりした時に AGE ちゃん多く作られることが分かっています。逆に水分を多く使ってゆっくり蒸したり茹でたりする調理法は AGE を作りにくくします。なので揚げるより焼くより蒸すとか茹でる調理法がおすすめです。
例えば、ファストフードは高カロリーでかつ高脂肪です。これを高温で調理したものが多いので、AGE ちゃん満載なんです。また、ベーコンやハムなどの加工食品も、すでに調理されたものを再度加熱して食べる場合がほとんどですよね。ということは、AGE ちゃん増えちゃいます。揚げ物や超高温で焼いたものを減らすというだけでも、AGE ちゃん減らすことに確実につながります。第7位、週に1回すら運動しない。全然運動しないでいると、もちろんこれ老けやすくなります。かといって、めちゃめちゃ激しい運動で体を痛めつけても良くないのはわかりますよね。では、どのくらい運動するのがベストかというと、一つの目安として、週に1、2回、1、2時間ほど汗を流すです。週1、1時間程度体を動かすだけでも、毎日規則的に運動した場合と同じくらいの健康効果が得られるという研究結果があります。めっちゃ楽じゃないですか？週1、1時間ですよ。ちなみにこの研究では約6万4千人を全く運動しないグループ、週3回以上運動するグループ、週1、2回運動するグループの3グループに分けて研究した結果です。ちなみに週1運動していれば、全く運動していない人と比べて死亡率が 30% 低下、がんによる死亡率は 20% 低下、心血管疾患での死亡率は 40% も低下することが分かっています。週1、1時間の運動、今週からすぐ始めておきたいところです。第6位、先に糖質を食べる。先に糖質食べない方がいいんです。なぜなら、糖質を先に食べてしまうと、高血糖状態を長く続かせることになるので、AGE ちゃんが溜まりやすくなってしまうからです。糖質の代表といえば、パン、パスタ、ラーメン、白ご飯などの炭水化物ですね。では、何から食べるとベストかというと、それは野菜。糖質を先に摂っていると急激な血糖値の上昇を繰り返すことになるので、血管が傷つけられて脳梗塞や心筋梗塞などのリスクが高まることも分かっています。糖質ではなく野菜から先に食べることを意識するだけでも老化しにくい人になるんです。第5位、不規則な生活。不規則な生活、老化しやすいんです。なぜかというと、体内時計が狂ってしまうからです。人間の体って不思議なもので、体温調節とかホルモン分泌などの体の基本的な機能って地球の自転による24時間周期に合わせて無意識で活動しています。例えば、昼間のビールは効くなぁなんて感じたことありませんか？これはアルコールの代謝も地球の自転による24時間周期のリズムに支配されているからなんです。そもそもこの生活リズムで人類長い間やってきているんです。私たちの体は食事からのエネルギーを昼は活動に使って夜は細胞の修復や脂肪として蓄えに当てるようにできているんです。例えば夜遅い時間に食事をすると糖分が血中に溢れてそれだけ多くの AGE ちゃんが作り出されることになります。ついつい不規則な生活をしてしまいがちですが、できる限り規則的な生活をしようと少し意識するだけでも長期的には大きな差が出てくるはずです。第4位、大量のお酒。わかっていますよ。大量のお酒がいけないことくらいと声が聞こえてきそうですが、これもちろん老化とも関係しています。お酒の種類によって AGE ちゃんの出来具合に差があるというより、もっと大事なポイントがあるんです。それがお酒の量なんですね。お酒の適量についてはかなり個人差があるように思いますが、アセトアルデヒドから AGE ちゃん作られることが分かっています。一つの目安として次の日に残るくらいの飲酒は老化の観点から控えた方がいいんです。第3位、食べ物の質より量を重視する。人間の体に必要なものは食べる量ではありません。むしろ食べるものの質なんです。本当に必要なものはタンパク質やミネラルなどの栄養素なんですね。例えば糖質なら精製された砂糖や
添加された糖を含む食品はできる限り避けて、食物繊維やミネラルが含まれた玄米や雑穀などを摂るように心がけるといいんです。タンパク質を摂る場合は、できる限り豆や野菜など植物性のものから摂るようにして、食物繊維の豊富な野菜や海藻、キノコ類を積極的に摂るようにします。果物は適量、できれば丸ごと食べます。赤肉や加工肉、超加工食品、つまりポテトチップスなどの量は減らす。食事は量より質を高めることが何より大事なんです。第2位、朝食べない、夜8時以降の食事。朝はしっかり食べて、夜8時以降は食べないようにすることが大事です。なぜなら、私たちの先祖が作り上げてきた体内時計に基づいた自然で健康的な食事のパターンは、日中の活動期にきちんと食べて、夜8時以降は食べないのリズムだからです。ちなみに朝は夜に比べて食事によって摂取したカロリーが 12% から 16% 余分に熱に変わりやすくなります。逆に夜遅くの食事は同じものを食べてもカロリーを脂肪として溜め込みやすくなるんです。全く同じものを食べても食べる時間帯で脂肪として溜め込む量が変わるんです。食べる時間帯を変えるだけで老化しにくい体になるなら、これやらない手はありません。第1位、早食い、大食い。早食いも大食いも老化するんです。大食いはカロリーが増えることはもちろんのこと、脂肪を増やすので AGE ちゃんを作ってしまいます。では、早食いはなぜ良くないかというと、糖が腸から急速に吸収されるため、血糖値が急上昇するんです。これは食後の血糖スパイクと呼ばれていて、動脈硬化を進行させる大きなリスクになるんです。この食後の血糖スパイクが繰り返されると、当然 AGE 化も促されてしまうんです。じゃあどうすればいいんですかというと、ゆっくり時間をかけてよく噛んで食べる。よく噛むと満腹感も増すので一石二鳥です。腹八分までにしてよく噛みなよ。昔から言われていることは現代の科学で調べても本質をついているんです。ちなみに食後の血糖スパイクを抑えると3ヶ月くらいで血中の AGE 値が3割ほど低下することが報告されています。例えば20回噛んでゆっくり食べるだけで食べる量も減って老化しにくい人に確実になりそうです。3、これから老化しないためにやると良いこと究極のトップ3。第3位、ネバネバ食品を増やす。キノコ類、海藻類、オクラ、納豆、モロヘイヤなどネバネバしているやつおすすめです。これらのネバネバ食品は食物繊維が多く AGE 対策に有効なんです。例えば、キノコ類のマイタケにはアルファグルカン、ベータグルカンやキチンなどの食物繊維が多く含まれていて、食後の血糖値の上昇を抑える作用があります。また、マイタケの抽出物によって AGE の形成が抑えられることが明らかになっています。ネバネバ食品の代表といえば納豆。納豆を毎朝食べる習慣は継続しやすそうですよね。第2位、ベリー系果物を増やす。果物類の中でもブルーベリー、ラズベリー、クランベリーなどのベリー類は高 AGE 食品として有名です。ベリー類にはフィセチンやアントシアニンという抗酸化作用、抗炎症作用に優れたフラボノイドというポリフェノールの一種が多く含まれているんです。果物は適量食べる分には糖尿病の発症リスクを下げてくれます。ですが、特にフルーツジュースの過剰摂取は脂肪肝を起こしたり、尿酸値や AGE を増やしてしまう恐れがあるので、過剰摂取は注意です。過剰摂取だけ気をつけて、ブルーベリー、ラズベリー、クランベリー食べられると老化しない人に近づきますよ。第1位、ブロッコリースーパースプラウトを食べる。野菜の中でもブロッコリースーパースプラウト最強です。ブロッコリースーパースプラウトは発芽して3日目のブロッコリーの新芽です。このブロッコリースーパースプラウトの最大の特徴は
抗糖化、抗酸化作用の強いスルフォラファンという物質を通常のブロッコリーと比べて20倍も多く含んでいることです。また、ブロッコリースーパースプラウトにはスルフォラファンの他にもビタミン B 群やビタミン C、ビタミン E、パントテン酸や葉酸など様々なビタミンが含まれていて、カリウムやマグネシウムなどのミネラルや食物繊維も豊富に含んでいます。実際ブロッコリースーパースプラウトの抽出物には AGE による臓器障害を抑えてくれる作用もあることが動物実験で分かっています。例えば人間の研究ではブロッコリースーパースプラウトを1日あたり半パックを2ヶ月間毎日食べたらお腹周りと体重が減って血中の AGE レベルが低下することも報告されています。ブロッコリースーパースプラウト、老化しないようにするための最強の野菜なんです。個人的には意識も老化にものすごく関係していると思うんですよね。そんな深い部分の意識である潜在意識を書き換えて、自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して、望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣と5大特典を無料で概要欄の公式 LINE でプレゼントします。絶賛準備中です。こちらの QR コードからか、動画下にある概要欄公式 LINE のリンクをクリックして、しばらく先になると思いますが、次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。老化しないために自分が無理なく一生続けられそうな良い落としどころを見つけるのがポイントだと思います。1日2日ですぐ老化しない人になるものではありませんものね。今回中でも大事なポイントは、特に中年以降腹いっぱい食べ過ぎないようにしてよく噛んで食べる。ファストフード、揚げ物や超加工食品は減らして、納豆、ベリー系果物、ブロッコリー、スーパースプラウトなどを適度に食べるという形が続けやすそうだなと感じましたね。ここまで聞いてくださっている健康意識の高いあなたなら、ますます若返って、ますます生き生きと生きられるようになりますよ。あんた、年齢より随分若く見えるの。いつもご覧いただきありがとうございます。応援の意味でもね、チャンネル登録ボタンポチッとね押していただけると嬉しいです。メンバーシップでは3000万円以上自己投資して学んだ内容が160本以上、今なら本1冊分の値段で1ヶ月間視聴できます。今回の老けない人は何が違うのか、今日から始める元気に長生きするための生活習慣には、この他にも分かりやすく詳しく、老化しない人は何が違うのかについて書かれていますので、興味のある場合はね、ぜひ手に取ってページをめくってみてくださいね。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは AGE を減らすことを日々意識するだけで、これからますます年齢より若い人になります。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。